オールドマックスボスです。タカさんです。今日は77年のショベルの車両紹介になります。はい、じゃあレッツゴー。じゃあ車両紹介ということで若干小雨の降る中。そうですね。あんましんどくなったらカメラ守るために。OK。77年のショベル。特徴はもうご覧の通りのザ・ロングチョッパーですね。一応リジットフレームハードテールで作って、フロントフォークはデンバー。はい。これはもうほとんどスーパーナローですね。もうブレーキなんか一切入れられない、ハブドラムのミニドラムを入れてます。12インチオーバー。12インチ。これはまあちょっと高価な当時ものですね。はい。でプルバックハンドルで CC バー上げずにあえてフロント強調で、これはちなみに YouTube じゃないインスタにあれしたらすごかったね。見た？ごめんなさい、見てないです。タカさんのこうやってやってるところ。あ、そう。すごい4000何百いいね。すごい。多いです。これはほとんどあれだね。もともとこうしたいっていうのからもうそのまんま作ったんで、あとはトランペット。これ細かいとこはまだあれだよね。塗るだよね。あ、そうですね。そうだね。まだ生鉄だもんね。はい。まあ細かい作り物はタカさん、じゃあ言ってください。じゃあバトンタッチしていきます。はい。まずこの車両クマさんから、次これを作ってってくださいって振られるんですけど、その時はフレームにフロントフォークとタイヤが仮組みされてる状態で渡されたんですけども、もう先ほどから何度か話に出てるように、もうパッと見からフロントフォークが、すごく程よい長さの綺麗なロングフォークなので、その雰囲気は大事に残したいなっていうのと、レイトショベルなので、ヴィンテージのハーレーの中でも、こういった高音部の深煙であったり、ヘッド部とかこのシリンダーに向けてのなんていうのかな、全体的にこの直線というか、幾何学的というか、そういった雰囲気が多いので、その有機的なカーブとかそういったものよりも、直線的なものを生かした方が雰囲気があるのかなっていうので、そこを意識しながら、いろんな他の細かいパーツっていうのは、作るようにしてきました。真横から見れば、どの細かいブレスとかもまっすぐに見えるんですけど、そういったところを意識して作りました。あとは何ていうのかな、操作性を良くするために、キーシリンダーとか、ホーンとかウインカーっていうのは1箇所にまとめたんですけど、これはイグニッションで、アクセサリー類の点灯っていうふうにキーで操作するんですけど、走行中だとやっぱり左手の方がそういう操作しやすいんで、左側に寄せたっていうのと、どうせキーシリンダーここに作れるなら他の操作類もまとめようかな、ちょっと体勢的にこの位置だと最初ちょっと慣れが必要かなとは思うんですけど、乗りながらコツとしてはこのメーターをガイドに、メーターまず最初に見つけてもらってそこからこう距離測って、この辺ウインカーだったなっていう。座ってみてもらっていいですか？座ってもらって、前向いている手でまず左手でまずここでこう触ってもらって、確かこの辺にこの辺だったなっていうね。今やけどしちゃうコースでしたけど、エンジン触ったよね。あれまだ慣れてないんで、こうメーターガイドにそこから距離で慣れてもらえれば。自分のバイクならそういう風になっていくわけですね。そうですね。今はやけどしちゃいましたけど。これあれだよね、タカさん。ダイレクトにウインカーのこのスイッチ持ったら、振動で折っちゃうよね、ポキって。そうですね。その危険もメーターを台座に握って、で指先だけでカチッとね。そうですね。その方がいいかもしれない。そんな説明がいいかな。走ってる時右左カチャ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 なっちゃうかもしれない。っていうところですね。
まあ右側の低いところについてることが多いですもんね。そうですね、その方がまあなんていうかエンジンかける時とかのはいその一連の動作でまあかっこよく見えるとは思うんですけど、あーなるほど、確かにまあちょっとそれもありますはい操作性、走行中の操作性っていうはい点をちょっと考慮してみました。これ一応タカさん作ってもらってあってなんだけど、はいこの間オーナーが見えてはい座ってはい。ちょっと足の位置下げるっていうことになったんでこの前下げた下げましそれかた。ら下がった下げてごめんさらにそれでもちょっと窮屈だったんで、うん下げてちょっと前前に出てあーそうかそうか、はいいやいいね、この位置でいいです、はい、あとこれもまっすぐだったよね元。そうですね。その辺も後ろにしてはい、オーナーさんの要望があって後ろに下げてます。はい。じゃあ私の夏休み中にやってくれたでね、そうですね。いない間にはい。夏休み中まあ塗装はちょっとせっかく塗ってもらったあれですけど、お客さん要望でちょっとやれさせるということで少しエイジング処理します、はいはい、この雰囲気からするとちょっとやれた感じの方がちょっと悪く見えるっていうかね、いい感じですよね、その方が。そんなとこでじゃあエンジンかけていきますか。はい。お願いします。じゃあエンジンかけていくんで、タカさん解説しながらはい。かけるコツなんかも入れながら、はい。はい、お願いします。まず忘れがちなコップを、忘れがちな、はいはい、開きます。はい、で、ガソリンをまずキャブレターの方にはい、送るために3回ぐらいはい、アクセルを入れます。はい、そうするとおそらくキャブの中はガソリンでびちょびちょなので、はい、そのガソリンを今度エンジンの中に送るために開いたままはい、カラチックを3回ぐらい。はい、はい。で、オンにしてオンキック。はい。はい。安定してますね。そうですね。いい感じ。今あれですか、別にコールド状態。コールド状態。ああ、調子めっちゃ良さそう。調子そうですね。この車両は、安定してはいほぼほぼ一発で。じゃあエンジンオフでお願いします。もう外はちょこちょこ走ってるんですか、この車両は。そうですね。20キロぐらいああ、じゃあ本当走り始めた走り始めて、とこそうですね。ろなんですね。はい。まあエンジン自体は毎朝はい。毎日かけて調子をおー見てるので、はいはい。じゃあちょっとボスを呼んできましょうかね。はい。商談の時の話をはい、お願いします。愛知県の愛様、はい。商談、まあとにかくあれですね、おとなしい方ではい。あまり多く語らず黙って男はなんちゃらはい。もうとにかく待ってくれてうんですけど、まあロングホークに変えたいっていうのだけはちょっと印象的ですね。それはありましたね。元はロングじゃなかった。ロングここまでロングではないって感じ、これ原品をどこかでうちにあるのを見て。それを言われた時はまだ持ってなくて、ああ、はい。でいくつかお宝のコンテナの中にはい溜め込んでいく中で、はいちょうどサイズ的にこれがいいかなと思って、うんまあ来てもらって見てもらってそれでもうこれでって感じになって、でまあ若干ちょっとここは追加が出ちゃいましたけど、はいまあ本人としては見に来て、はい。まあ、気に入っていただけてる、特徴が増えた
わけですもんね。そうしたことによってそうそうそう。他の人と違う車両によりなったというか。でまあまたいで、さっき言ったようにまたいで、はいまあたところ、体結構大きい方で、はい背も大きく、でね、足がどうも使えた感じに見えたから、はい本人は何も科目で言わなかったんだけど、ちょっとまあ LINE で足苦しそうだったから下げましょうかっていう感じで、はいたら、まあ、ぜひってきたんで、やっぱ下げたかったんだなと思ってでちょっと私夏休みでいなかった時にタカさんが下げてくれたという過程です。結構あれですかね、例えば美容院とかでちょっと気に入らなくても言えない人が多いらしいんですけど、それはあるかもしれない。そういう感じが、それかボスが怖すぎてそれもあるかもしれない。それは全然まああれですかね、そういうポジションとかって結構後々我慢できなくなってもいけないから、そうそうそうね、まあちょっと進めといた方がいいかなっていうのはね、やっぱ進めないと、それはね、乗ってなんかいやいや乗って苦しんで乗ってじゃね、やっぱつまらないと思うんで、前に出たっていうことはすごくね、詰まってた足がそうですね。楽になるじゃないかね。最初はもうこの辺、もうこんな感じだったらね、この辺そこんな感じだったらね、そうですね。こう後ろへ下がってさらに上、はい。まあ、かっこよさとは多少引き換えということで、ね、でももう本当これ今こっちから歩いてくる時も見たけど、やっぱフォルムがすごいかっこいいよね。そうですね、あとはやれがテーマなんで、はいこのスプリンガーを選んだ時もまあやれてるんで、はいこのやれに揃えて少しエイジングというか、ダメージを与えて、はいはい、実を言うと今のちょっとちょっとペーパーでこすってやってはあるんですけど、あ、やったの？ちょっとはやってあるんですけど、私もちょっとせっかく綺麗に塗ってもらったんで、ちょっと気が抜高さけてん的にはいて、けないもんね。ちょっとね確認しながら、性格的にいけないようなところガッとはね。そうですね。ちょっとそこは相談しながら、そうですねはい。あ、やったんだ。ちょっとよく見るとこうちょっとこうちょっとってここだけ？こことか、いやこの辺のとこも全体ちょっとずつちょっとずつあ、ごめん笑っちゃって。番手の大きい細かいペーパーでちょっとこすってみて、なんとか治るぐらいのそう感じで。そうです。はい。なんでボスがこんな笑えるかっていうと、ちょっとボスの車両の方に行ってみましょうか自分のバイクをボスがどのぐらいのやりっぷりかを久しぶりにこんな感じです。こんな感じ。これタカさんあれだよ。これ作った時にはい一回塗ってあったけど、再度塗り直して去年の11月だよこれ塗ったの。これだから別に新品ってことですよね、そうそのほぼ新品外側は。塗装はね。でそれをまあ要は傷めたという。やれさせようっていうボスの頭の中からこの感じからタカさんのペーパー当てた感じだと気づきもしないですそうそうそうわかりました。あれは治る。これは治らない。まあこんな感じの、はい戻りましょう。まあでもボスの今のタンクがやれレベルでいうと、クソやれ。クソやれ状態だとこちらの仕上がりはどのぐらいやれの予定やれのやの字もないまだこれは。予定？予定は予定はそうだね。まあ雰囲気よくやれさした感じだからもうちょっとやっぱり欲しいよね。やれぐらいですか？やれぐらいですか？じゃあまあ結構まだ行かないと。そうだあれね。ですね。結構みんなから聞くとやれさせるのも技術がすごいいるっていうことで、じゃあタカさんもみんなに教わりながらそうですね。やれにしていくっていうことですね。はい。多分うちは塗装職人がね何人かいる。私ももともとはね塗装上がりなんであれですけど、やっぱ塗装してきれいにしたものをやれさせるっていうのは本当は仕事としてはないんで、そうですね。普通はやらないんでね。じゃあ塗装屋さんからしても全然別次元の別技術が欲しい。そうそう。でやれ職人にならないといけない。そうそうまあやれは仕事技術っていうよりも思い切り勇気なんで。勇じゃあかっこいい感じにやれるのを楽しみにしてます。その他はじゃあいいですか？気以上いいタカさん。はい。はい。じゃあエンディングいきましょう。愛様
長らくお待たせしました。愛様の意向に沿うような車両ができたと思うので、たくさん乗って楽しんでもらうと同時に、ヴィンテージハーレーは時には手を油で汚してメンテナンスなり調整するっていうのも楽しみの一つだと思いますので、愛様なりの楽しみ方を見つけてもらえたらなと思います。以上です。この動画が、面白いと思ったり興味を持った方はグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。オールドマックス